チュアス逆張りおじさんです。今回は忍者ソードの最適な運用についてですね。結論から、青毛豪人、青毛達人芸、心眼ドンキ。この3つの中で最適な運用は心眼ドンキです。YouTube や Twitter 見てる感じでは、青毛達人芸が主流になってきてる感じがあったんで、逆張りおじさんとしての意見を言っていこうかなと。まあ、所詮はただの意見。軽く流してくださると幸いです。ほんじゃ早速。タイトルの通り、僕は忍者ソード使うなら、心眼ドンキが最適やと思ってるんですが、この話の前になぜ匠青毛運用がいまいちなのかっていうのを先に話します。匠青毛運用なら、豪人と達人芸の2択ですが、この運用なら他の武器でも同等レベルのビルドが作れるからですね。要は忍者ソードである必要がないってことです。今見えてる豪人運用は白毛ティガに期待値で負け。達人芸運用はそもそも会心 100% なるがに火力で勝てない。これら2点なんですが、そもそも豪人運用をしてる人の母数が少ないので、ここでは達人芸運用についてだけ話したいと思います。比較するナルガ装備も忍者同様会心 100% ビルドなので、期待値を出すまでもなく、殴って火力を比較すればわかります。現状5隻の都合で弱得が2になってますが、攻撃3スロー2以下、攻撃2通撃2等の5隻で、通撃は3まで詰めることは確認済みなので、ここでは最強ビルドを組んだと仮定して火力を測っていきます。忍者の方はこれにプラス1主勢がつくと思ってください。とりあえず水平切りで比較していきます。まずはナルガから。そして忍者。切れ味が白と青の比較なので、バフをフルにかけるとさらに火力は広がります。一応検証します。バフありのナルガ。バフありの忍者。とまあこんな感じです。これの反論として、ナルガは弱点に殴り続けることが前提だから、実践的ではない。忍者はここから攻めの姿勢や鉄柱試技強化の恩恵を受けるため、結果的に火力は勝る。これら2点が挙げられるかなと。一つ目に関しては、猫やマルチで弱点以外を狙う場合は、縦殴りで切れ味消費を抑えられますし、忍者はどこを切っても会心 100% とはいえ、弱点以外を切っても大したダメージにならないんで、ナルガは弱点を殴り続けられないと弱いという前提はおかしいかなと。そして二つ目に関しては、主勢や高い倍率の鉄柱試技強化によって火力の増大は確かに期待されますが、そもそもの期待値の差が15あるので、それらを加味しても同等レベルか。忍者がわずかに勝る程度となります。もちろん青毛運用は強いには強いです。ただ、この運用だと他武器でも同等レベルのビルドを組めるので、わざわざ忍者ソードを使う必要がないかなと思います。それじゃ本題ですね。まあここまでの話が忍者でなくとも他武器で代用が効くから最適解でないといった内容ですから、僕が最適解と主張する心眼ドンキは代用の効かない唯一性を持ってるって話です。ドンキ構成のライバルといえばやはりコマンドだが、ドンキ釘バットは特殊な運用なので今回は割愛します。百竜強化込みで忍者より基礎攻撃値が26も高いです。ただ、期待値を計算すれば忍者との差は歴然。基礎攻撃値の大きな差すら会心 100% はやはり圧倒的。忍者はドンキ運用最強と言えるでしょう。しかしここで、ドンキは切れ味維持の優秀さが魅力。ドンキ最強で唯一性があるとはいえ、同じく切れ味維持が魅力的な青毛達人芸の方が火力が出るし、結局ドンキは微妙なのではと思った方。甘いですね。確かにドンキだけなら達人芸運用と役割が被る。ドンキだけならね。忍者ソードの最適解はドンキではなく心眼ドンキです。そうです。ここで心眼ドンキが出てくるわけです。ドンキ運用も達人芸運用もやっていることは切れ味維持と役割が同じなので、ここからは心眼運用として話を進めます。前々から他方で話題に挙げられていた心眼ドンキ。弱点に張り付くことが難しい初心者向けとして紹介されてきましたが、
忍者ソードのぶっ壊れ性能で実用段階まで来ました。ただ今回は最適解の動画。従来通り硬い部位を殴ってもいいですが、より実用性のある使い方を紹介します。まずは前提として心眼の使用について。従来の弾かれがなくなるという効果に加えて、硬い部位へのダメージが増えます。この硬い部位というのは弱徳が通らない44以下の肉質ではありません。白、青、緑と武器の切れ味によって、この硬い部位となる肉質が異なります。よって青毛運用で心眼は採用できないわけです。心眼運用では緑が基本です。そして緑の場合の硬い部位、肉質は42以下。SNS でわかりやすく例えられていたので、そのまま引用しますが、肉質42の部位に心眼レベル3で殴ると、42×1.3 イコール 54.6 といったように、疑似的に弱徳の通る弱点肉質45を超える部位を作り出せるわけです。殴るべき部位を弱徳の通る45に設定するなら、肉質35から42が有効な部位となります。43、44に穴がありますが、事前に殴る部位が分かっていれば、疑似的に弱点を増やすことができる心眼運用っていうのは、かなり強いことがわかるでしょう。今作のハンターノートには、ちゃんと部位肉質っていうのが明記されているので、例えば今映ってるディアブロスですが、普段なら肉質45の柔らかい頭部を狙うのですが、心眼を採用してこの足の肉質35に 1.3 をかければ 45.5 と、足を殴ってるだけで疑似的にこの頭部を殴ってるのと同等のダメージが叩き込めます。本題に戻りますが、先の説明の通り、達人芸と心眼鈍器では、運用方法が異なり、明確に差別化できています。そして、疑似的に弱点が増えるという性質で、期待値の差を縮め、なおかつ、この運用は他武器で代用の効かない忍者ソードだからこそできる運用。以上をもちまして、僕は忍者ソードの最適運用は、心眼鈍器かなと思います。説明は以上です。まあ僕が思うのはこんな感じですね。初めの方にも言いましたが、匠青毛運用の忍者がダメなんて、そんなことは一つも言ってないことに注意してください。あくまで僕が忍者使うなら唯一性を重視するっていうだけの話で、他運用も最強クラスであることに変わりはないので、こだわりがなければそのまま青毛で運用してもらえたらなと思います。それでは今回はこの辺で。ここまでご視聴ありがとうございました。良ければまた見てください。では。